こんにちは、森です。今回は小麦と乳製品を使わずにケーキを作りました。次男坊の2歳の誕生日にアレルギーのものを使わずに作ってみました。ぜひ最後まで見ていってください。まずはスポンジケーキ作り。卵黄をホイッパーでほぐします。次にグラニュー糖を入れ混ぜます。少し白っぽくなるまで混ぜます。白っぽくなったら米油、豆乳を入れ混ぜます。次にメレンゲ作り。ハンドミキサーで卵白を軽く混ぜます。グラニュー糖を 2,3 回に分けて入れ混ぜます。角が立つまで混ぜます。メレンゲができたら先ほど作った生地にメレンゲを 2,3 回に分けて入れゴムベラで切るように混ぜます。メレンゲの泡が潰れないようにそこから持ち上げ切るを何回か繰り返し混ぜていきます。米粉とベーキングパウダーを入れさらに混ぜます。全体が混ざったら生地完成。型に流し入れます。型に入れたら170度で30分ほど焼成します。スタート。焼き上がりは表面が茶色っぽくなり竹串が刺し生地がつかなければ OK です。調整できたら完全に冷めるまで型から外さずに逆さまにして置いておきます。ここから盛り付けるフルーツの用意します。水気をキッチンペーパーで拭き取ります。ぶどうはコロコロ転がして水気を取ります。ぶどうは半分にカットします。全部はのせないので少し残して他の日に食べました。フルーツミックスは汁気をざるで切り、さらにキッチンペーパーにのせて水気を取ります。中に桃が入っていたのですが、桃は別で用意したので取り除きました。桃はコンポート前日にしておいたものを使います。上にのせるものは大きめに、中に入れるものは小さめに切ります。桃は次男坊大好きで、この時8月でいっぱい売っていたので丸々1個をケーキにのせました。これでフルーツの用意 OK。 次にナパージュ作り。粉ゼラチン、水を入れ混ぜます。グラニュー糖を入れ溶けるまで混ぜます。ふんわりラップをかぶせ30秒ほど電子レンジで加熱します。これでナパージュ OK。 次に生クリーム作り。冷やしたボウルに豆乳の生クリームとグラニュー糖を入れミキサーで混ぜます。角が立ったら OK。 いよいよデコレーションしていきます。まずはスポンジケーキの上の部分を薄く切り落とします。次に真ん中で切ります。まな板出すのめんどくさくて回転台の上で切っているのですが、めっちゃやりづらかったのでやめた方がいいです。間に生クリームをのせます。次にフルーツをのせていきます。メインを桃にしてぶどうを間にのせました。食べてる時に次男坊がぶどうの皮嫌がるかもと思い、中に入れるぶどうは皮を剥きました。上に生クリームをのせてフルーツがずれないようにします。上にスポンジケーキをのせたら苦手なナッペしていきます。今回上にはフルーツもりもりにするので下手でもごまかし効くからと気楽に行いました。今回次男坊食べれる豆乳の生クリームで作りましたが、普通の生クリームでやるよりやりやすかった気がします。多分いつも生クリーム立てすぎて硬くなってしまってるんですよね。もうちょっと柔らかめで混ぜるの止めないとなって思いました。この豆乳の生クリームスーパーで見かけた時、これがあれば乳製品アレルギーの次男坊にケーキ作れると感動しました。以
行くスーパーに置いてあったのに今まで気づかずにいたので、アレルギー配慮食品いろんなところに置いてありますが、実際必要としないと気づかないで生きてるんだなって思いました。周りにホイップを絞っていきます。均等にやりたいけどこちらもうまくできない。ふにゃふにゃしてしまいました。今回次男坊の2歳の誕生日に小麦と乳製品のアレルギーな次男坊も食べれるようにケーキを作ってみました。誕生日の1ヶ月くらい前に卵がお医者さんから OK が出て1つ食べるものが増え、さらにふわふわのケーキまで食べるようになり、2歳の誕生日を迎えることができました。初めてのケーキにとても嬉しそうにかぶりついていました。フルーツを盛り付けていきます。長男くんがフルーツ嫌いなので、今までケーキ作っても気持ち程度しか乗せてなかったのですが、今回フルーツ大好きな次男坊の誕生日ケーキなのでふんだんに盛り付けます。一番下に桃を円に描くように敷き詰めて、その上にパインやみかんをのせ、最後にぶどうを色が偏らないようにのせてみました。誕生日会ではケーキの前にみんなで手巻き寿司を食べました。次男坊とにかくご飯と海苔が大好きで、大人も楽しめるようにと手巻き寿司にしました。長男くんもまだ生もの苦手で食べれないので、卵焼きやお肉、納豆も用意しました。次男坊は納豆巻きを永遠と食べていました。子供たち酢飯の用意の時、うちわで冷ましてくれたり、飾り付けの風船膨らましたりと、準備の段階からできることが増えたなって成長を感じ、ほんわかしました。次男坊の1年の成長がとにかくすごかったです。1歳児ってまだまだ赤ちゃんじゃんって油断してたのですが、とにかくよく動き、しゃべる。乗り物大好きで、お外に出るとパトカーとか消防車とか指さして話してくれます。またニーニーと同じことができると思って何でも真似して失敗してを繰り返しております。最近は真似するだけでなくおもちゃの奪い合いをしていて、普通に子供の喧嘩をしょっちゅうしています。最後にフルーツに先ほど作ったナパージュを塗っていきます。全体にたっぷり塗っていきます。ナパージュ塗るとキラキラして宝石みたいだなってめっちゃテンション上がります。最後にパレットナイフ2本を8の字にしてお皿に移し替えます。これで誕生日ケーキ完成。今回使った材料はこちらです。最後までご視聴本当にありがとうございます。クックパッドにも作り方載せてあるので、そちらもチェックしてみてください。また他の動画でお会いしましょう。バイバイ。